韓国最終日です。で、今日の服が1日目と一緒です。エアポートルックなんで、カーディガンが古着で、中のこれがGU のブラトップで、スウェットがどこだっけ、韓国のこれです。はい、それでは最終日に行ってきます。はい、そんな感じで韓国最終日 Vlog スタートです。私ホテルカンナムに撮ってたんですけれども、今日は一日カンナムにいる予定なので歩って向かっていきます。で、まず最初はですね、ニュニュに行きます。で、皆さんニュニュって飛んでるんじゃないのって多分思うと思うんですけど、実はカンナムにもできたんです。で、場所は超大きな有名なオリアンのすぐ2軒隣とかです。じゃあ、はい、こっちもレポしていきます。で、私が到着したのがだいたいオープンから15分後ぐらいです。で、カンナムのニュニュはトンネムに比べれば全体的にいつ行っても空いてるんですけど、やっぱオープン直後とか午前中に行くともう本当に空いてて、私行った時はもう3人ぐらいしかお客さんいなくて、もう本当に超吟味しながら選べたので、カンナムのニュニュだったり朝早くに行くの、はい、とてもおすすめです。じゃあ、どんどんレポしていきます。カンナムのニュニュもトンネムと一緒で、カバンとかも超豊富にありました。で、あとアクセ系、ゴールドとかシルバーのアクセばっかりちょっと今回写してるんですけど、それ以外にも、今流行ってるさ、ビーズで作りましたみたいな、ちょっとおもちゃみたいなそういうアクセとかも大量に揃ってて、超可愛かったです。で、これは、リングですね。リングとかも超大量に、はい、ありました。で、次が、これがグリップトップです。スマホの。もういっぱいあって、で、あとメガネとかサングラスコーナーもすごく大充実してました。で、ヘアアクセコーナーです。カチューシャ以外にもヘアピンとかも超大量にあって、で、これはキーホルダーです。なんか今キーホルダージャラ付けが流行ってるじゃないですか、カバンとかに。だからすごいキーホルダーコーナーも結構充実してました。で、はい、みんなが大好き帽子コーナーはこんな感じになっております。って感じで、ニュニュ、いろいろ買ったので、購入品についてはまた後ほどあげたいと思います。で、私はその後オリアンに行ってめっちゃ爆買いをしたんですけれども、オリアンってちょっと撮影禁止なのですいません、素材がないんですけれども、オリアン1軒行ってちょっと物足りなかったので、カンナムの別のオリアンにはしごをし、また大量に買ってしまいました。オリアンの購入品動画もまた別でアップします。で、その後はランチを食べに、カンナムのカフェに来ました。で、中こんな感じで、食べるスペースが2階がこんな感じなのと、1階が、1階じゃないや、地下1階がこんな感じで結構大きめのカフェになっております。で、ここ何が食べれるかと言いますと、クロッキーが食べられるんです。今韓国ではクロワッサンかけるクッキーのクロッキーがすごく流行ってて、それが食べられるお店っていうことで来ましたが、クロッキー以外も結構パンとかすごく豊富にあって、なんかおしゃれだし可愛いご飯がすごくいっぱいありました。じゃあ食べていきます。クロッキーと、あとアイスアメリカーノを頼みました。イエーイ。まずはアイスアメリカーノから。今韓国でネクストブームクロッキーって春ぐらいからずっと言われてて、本当はナイフとフォークで食べるんだけど、これ音がやばいからちょっと最初だけ手で食べていい？めっちゃ美味しいよ。ごめん、めっちゃ食レポしないといけないっていうのは分かってるんだけどさ、すごく時間がなくって今オリアンがね、やっぱ想像以上に時間がかかった。なんかこんな感じで、まずクッキーにチョコチップが入ってて、これクロワッサンの中にもチョコが入っててすごい美味しい。で、今からの話をするね。今から美容クリニックに行ってきます。で、今日行くのはシャインビームさんで、リピートです。前回行った時すごいよくって、で、今日やる施術が引き締めと、昨日もシュリンクやったんだけど、今日はまた別のタイプの引き締めをお願いします。で、プラス脂肪溶解注射を顔に打ってきます。初めて打つ。脂肪溶解注射ってやっぱり1回じゃん、効果がほぼ感じれなくって、ちゃんと定期的に回数を重ねて打つから分かるものなのね。とりあえず1回打ってみてっていう感じにします。あとシミそばかすケアをしてきます。
私生まれつきの遺伝的なそばかすがある人なんですよ、もう。で今までの自分はもちろん取ったらさ、なんか綺麗なお肌になることは分かってるけど、生まれた時からあるから自分のさアイデンティティの一個というか、よくさそばかすメイクとかしたりさ、うまくこのチークとかのせてさ可愛くそのね、なんかリゾート風のメイクみたいな感じしてる人とかもいるじゃん。なんかあんな感じで自分の個性の一つとして逆にそれを生かすようなメイクとか、なんかそういうねのを勉強しようって思ってたのだから、消す予定は全くなかったんだけど、なんかね、そうメイクがうまくできなくてっていうのと、クリニックとか行くたんびにどこのカウセさんにも必ず言われるのね、絶対そばかすケアをしてくださいみたいな。ちょっと落ち込んだからしますちゃんと。いやでもね、自分が悪い、それをうまくこう生かすようなメイクをそうでききれなかった自分があれですねいう感じなので、なくしたくはないけどちょっと薄くして、例えばリゾートメイクしたい時にはうまく活かせるし、がっつり今日消したいなっていう時にはファンデとかコンシーラーとかで隠せる程度まで薄くするのはありかなっていうふうにちょっと思ったので、それを相談してきます。はい、では食べ終わりました。めっちゃ美味しかった。もうカロリー爆弾なの知ってるけど、ここ美味しい、めっちゃ美味しいです。ここおすすめで、今1時から予約して12時50分で、マップ上だとここから徒歩6分って書いてあったので、はい、じゃあ行ってきます。はい、そんな感じでクリニックに向かっていきます。私が今回行くシャインビームさんはすごく日本人が多いんですけれども、今回行ったらヨーロッパ系の方たちがめっちゃいて、そんな感じでね、外国人向けにいろいろ頑張ってらっしゃるんだと思います。で、待合室はお菓子だったりドリンクだったりがこんな感じで充実してます。で、今回やった施術はあまりにも多いので文字で出すんですけれども、こちらをやらせていただきました。で、今回脂肪溶解注射の威力がすごくって、もうね、私、顎下とフェイスラインに 10cc 入れますって言われて打ったんですけど、打った直後これ、やばくない？これ全部脂肪溶解液ですよ。で、お医者さんに、いっぱい水飲んでください。6時間後にこれ全部流れてスッキリするんでって言われて、マジで言ってんの？嘘じゃんって思っててまあ、はい。ちょっとこの後の動画撮ってるので、経過見てみてください。という感じで、クリニック終わったので、空港向かっていきます。今回ちょっと早く空港着いたので、カジノ場に行きました。空港からね、5分ぐらい、5分もかからずにバスで行けちゃうので、はい。帰る前にちょっくら、はい、ひどい顔のまま、稼ぎに行ってきましたので、じゃあ美容レポしていきます。はい、空港に着きました。クリニックが終わって、カジノに行って、今回ちょっと買った金額言っていい？2000ウォン得して帰ってきました。で、美容の話をします。まずさっき見せたさ、顎のあれが今施術が終わってから4時間です。4時間だってまずすごくない？ここのぷよぷよが減ったのと、横から見たときとにかく出したかったから、もうアイスコーヒーのめっちゃ大きいやつと、あと水をもう本当に超大量に飲みまくってる。お、ちょっと待って。はい、ネンミョンが来ました。すごくない？めっちゃお皿大きいんだけど、角的とたくあん。それでは食べていきます。いただきます。やば、美味しい。まず脂肪溶解注射はステロイドなしです。で、あとやったのがトーニングケア。トーニングって本当に根気勝負なので、1回では絶対変わらないから、本当に10回ぐらい打たないといけなくって、で、私は今日2回目なので、このまま続けていこうかなと思います。で、トーニングについてはちゃんと個室に行って、ちゃんとドクターの人がやってくれてよかったのと、終わった後の美白アンプルを入れてくれたんだけど、それが超気持ちよくって、施術も丁寧だし、やっぱりシャインビームいいです。めっちゃおすすめで、次やった施術がインモードのこっから下っていうコースです。インモードは初めてだったんだけど、シュリンクは結構もうやってて、シュリンクとの違いは、シュリンクは当てたら本当に奥にプチってこう奥深くにこう刺激をされてるような、そういう感じなんだけど、インモードはこ
この表面のお肉をこうグニャってこう掴まれるイメージだから、痛みとしては私はシュリンクの方がめっちゃ痛いね。インバウンドは結構あざができやすかったりもする。もうここら辺とか真っ赤でもう青あざだらけみたいな感じになるんだけど、もしあざができた時用にっていうことでこのあざクリームも無料でくれました。で今日やった施術は脂肪溶解注射が熱への反応があんまりっていうことだったので、今日から2週間は温泉とあとサウナとか岩盤浴とか、あと激しい運動は禁止って、あとまあ当たり前だけど注射なのでもしかしたら細菌が入るかもしれないから2週間はこのフェイスラインか触らないでっていう風に言われました。でお酒も飲んじゃダメなの今日だけなんだけど、1週間もちょっとお酒控えようかなと思いますので、じゃあこんな感じでこれ食べて飛行機乗って日本帰ります。はい、まさかの搭乗手続きがすごく早く終わって、ラウンジオープン時間に間に合いましたので、ラウンジに来ました。レポしていきます。まずはカップ麺だったり、あとソフトドリンク系ですね。が、まずこんな感じであって、アルコールは生ビール作る機械だったり、ワインとかですね、もあります。あとコーヒーマシン。で、フードこんな感じなんですけど、私これ、ラウンジが閉まる30分前に着いちゃったので、フードはもう基本的に、あんまなかったって感じですね。で、スープ系はこの日はわかめスープとコーンスープがありました。で、まあギリギリだったのでこんな感じで2個冷凍ケースがもう何もない状態でした。じゃあ食べていきます。はい、ラウンジに来ました。第1ターミナルのコンコース B のラウンジです。なんかここが10時までだったから前回とか入れなくて、インチョンの第1ターミナルの夜ってさ全然進んでくれなくて、いつも登場ギリギリだからさっきご飯食べたんだけど、今回サクサクでした今日は。それならご飯食べなきゃよかった。今日はねお酒飲めないから飲み物が水と、あとみかんジュース、ランボンジュースいただきます。初めて飲むこれ、めっちゃ美味しい。やば、ご飯を紹介するね。まず先にキムチいただきます。うまっ。次が何なんだろう。玉ねぎとお肉っぽい何かちょっと分かんなかったんだけど、なんか韓国系の炒め物っぽいなと思って、全然お腹空いてない。うましでした。そして次がおでん。日本語は見て、泳げたい焼きくん。美味しい。ね、思ったこと言っていい？ここコンコースで基本的に LCC が飛ぶようなとこだからだと思うけど、めっちゃラウンジがちっちゃくってちょっと汚い。今私の横にさ、これパソコンなんだけど荷物があって、私が今このカバンを抱えてるのは絶対に自分の荷物を足元に置きたくないから。でも1時間切ってから来てるからさ、冷蔵ケースの中とかは何にもなくって、だからもうちょっと早く来たらね、食べ物の種類は多いと思います。てかすごい、マジでなくなったくない？6時間すごくない？はい、という感じで韓国旅終わりたいと思います。この後は韓国購入品動画が1本、その後は韓国のコンビニの食レポが1本上がる予定なので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画で